皆さん、こんにちは。よしえです。今日も私の動画を見てくれてありがとうございます。リスニングの練習をしていきましょう。今日のトピックはオーバーツーリズムです。オーバーツーリズムという言葉を聞いたことがありますか？観光地に観光客が来すぎて問題が起きてしまうことを指します。日本では今、オーバーツーリズムが大きな問題になっています。今日はその日本の現状についてのリスニングプラクティスです。この動画には4つのステップがあります。まずはじめに私がゆっくりのスピードで文章を読みます。そして次にその文章に出てきた便利な表現についていくつか説明します。3番目に今日の文章に出てきた単語を私の後に続いて発音してみましょう。最後に今日の文章をネイティブのスピードで読むので、皆さんはどれくらい聞き取ることができるかに挑戦してみてください。それでは始めます。オーバーツーリズム。日本では今、紅葉がとても綺麗です。秋は気候も良く、観光客にとって日本の魅力を十分に楽しむことができる時期です。インバウンドによる経済的な効果はとても大きく、日本は積極的に海外から観光客を呼び込もうとしています。観光客が増えることにより、ホテル、レストラン、交通機関、お土産物屋など、たくさんの業種で利益を生み出します。一方で、オーバーツーリズムや観光資源の保護という課題もあります。オーバーツーリズムが特に問題になっている地域に京都が挙げられます。京都は特に人気の観光地ですが、時期によっては受け入れ可能なキャパシティ以上に観光客が来てしまい、大変混雑します。京都は他の観光地に比べ、主要な観光スポットが地元住民の生活の場と近いので、住民の生活にも悪影響が出ています。また、一部の観光客が京都の文化やマナーを理解しておらず、神社や寺での不適切な行動や舞妓さんへの迷惑行為なども見られます。京都市はこれらの問題に対し、地元住民の使用するバスと観光客用のバスを分ける取り組みをしたり、マナーを正しく理解してもらうための説明を増やすなどして対応しています。また、2013年に世界遺産に登録された富士山でも、オーバーツーリズムが問題になっています。登山道が混雑し、安全に登ることができないなどの安全面の問題や、トイレやゴミなどの環境面での問題など、多くの課題があります。そこで対策として2024年から登るルートの事前予約、1日に
登ることのできる上限人数の設定や2000円の通行料の支払いを義務化することを始めました。このように日本は観光業でさらに発展しながらも住民の生活、環境や観光資源を保護するためにいろいろな対策をしていくことが求められています。それでは次に今日の文章に出てきた便利な表現について説明します。まず、呼び込むとは人や企業などを呼んで集める、客を誘うという意味です。例文です。店の前で歌って客を呼び込む作戦です。店の前で歌って客を呼び込む作戦です。外国企業の投資を呼び込むためにはどうすればいいだろう。外国企業の投資を呼び込むためにはどうすればいいだろう。商品の品質が良くないとリピーターを呼び込むことはできません。商品の品質が良くないとリピーターを呼び込むことはできません。次です。〇〇可能とは〇〇の場所にいろいろな言葉を入れて使う表現で2つの意味があります。1つ目が受け入れられる、しても良いという意味です。この場合、〇〇可能を〇〇可ということもできます。例文です。室内は飲食可能ですか？室内は飲食可能ですか？この場合、飲食可ですか？ということもできます。この美術館の展示はすべて撮影可能です。この美術館の展示はすべて撮影可能です。この場合、撮影可ですということもできます。二つ目の意味ができるという意味です。例文です。この計画は実行可能だと思う？この計画は実行可能だと思う？このアプリはオフラインでも使用可能です。このアプリはオフラインでも使用可能です。次です。見られるとは、ある状態であるように見えると言いたいときに使います。しかし、実際に目で見る場合だけではなく、そのように判断できるというときにも使います。例文です。日本では少子化の傾向が見られます。日本では少子化の傾向が見られます。彼の成長は最近の行動に見られる。彼の成長は最近の行動に見られる。この国では環境問題に対する関心の高さが見られますね。この国では環境問題に対する関心の高さが見られますね。最後の表現です。〇〇麺とは〇〇の場所にいろいろな名詞を入れて使える表現です。麺は分野という意味です。例文です。母は病気なので食事面でのサポートが必要です。母は病気なので食事面でのサポートが必要です。息子はスポーツはできますが、
勉強面ではもっと努力した方がいいと思います。息子はスポーツはできますが、勉強面ではもっと努力した方がいいと思います。精神面を鍛えるために柔道を始めました。精神面を鍛えるために柔道を始めました。それでは次に今日の文章に出てきた単語を私の後に続いて発音してみましょう。紅葉、気候、観光客、魅力、経済的、効果、積極的、海外、呼び込む、交通機関、お土産物屋、業種、利益、生み出す、一方で、観光資源、保護、課題、地域、挙げられる、人気、受け入れ可能、混雑に比べ、主要な、地元住民、生活の場、悪影響、神社、寺、不適切、行動、迷惑行為、見られる、取り組み、正しく、対応する、世界遺産、登録、登山道、安全面、環境面、事前予約、上限、設定、通行料、支払い、義務化、発展、求められる。それでは今日の文章を次はネイティブのスピードで読みます。オーバーツーリズム。日本では今紅葉がとても綺麗です。秋は気候も良く、観光客にとって日本の魅力を十分に楽しむことができる時期です。インバウンドによる経済的な効果はとても大きく、日本は積極的に海外から観光客を呼び込もうとしています。観光客が増えることにより、ホテル、レストラン、交通機関、お土産物屋など、たくさんの業種で利益を生み出します。一方で、オーバーツーリズムや観光資源の保護という課題もあります。オーバーツーリズムが特に問題になっている地域に京都が挙げられます。京都は特に人気の観光地ですが、時期によっては受け入れ可能なキャパシティ以上に観光客が来てしまい、大変混雑します。京都は他の観光地に比べ、主要な観光スポットが地元住民の生活の場と近いので、住民の生活にも悪影響が出ています。また、一部の観光客が京都の文化やマナーを理解しておらず、神社や寺での不適切な行動や舞妓さんへの迷惑行為なども見られます。京都市はこれらの問題に対し、地元住民の使用するバスと観光客用のバスを分ける取り組みをしたり、マナーを正しく理解してもらうための説明を増やすなどして対応しています。また、2013年に世界遺産に登録された富士山でもオーバーツーリズムが問題になっています。登山道が混雑し、安全に登ることができないなどの安全面の問題や、トイレやゴミなどの環境面での問題など多くの課題があります。
そこで対策として2024年から登るルートの事前予約、1日に登ることのできる上限人数の設定や2000円の通行料の支払いを義務化することを始めました。このように日本は観光業でさらに発展しながらも住民の生活、環境や観光資源を保護するためにいろいろな対策をしていくことが求められています。お疲れ様でした。今日の動画はいかがでしたか？今日の文章はニュースのようなちょっと難しい内容で単語やフレーズも少し難しかったと思います。繰り返して聞いて練習してみてください。では今日の動画がいいねと思った方はぜひチャンネル登録と高評価、そしてインスタグラムのフォローもお願いします。また私はPatreonでメンバーシップを行っています。Patreonでは今日のようなリスニングプラクティスのボキャブラリーリスト、トランスクリプトをゲットできるだけではなくて、メンバー限定のコンテンツをたくさん用意しています。ぜひそちらもチェックしてみてください。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。